久慈南インターチェンジから野田方向に約400メートル、左手におしゃれな建物、パステリアパッソ。麺はニュー大久保の生麺を使用。もっちりした食感で、関東のいくつかの人気店でも使用されている伝統あるパスタ麺です。そしてパスタの種類はなんと100種類以上。その他、ピザやドリア、グラタン、リゾット、カレーライスなど豊富なメニュー。よくあるチェーン店でもこれだけのメニューは難しいのに、これでシェフが一人で調理賄っている個人店なのですから驚きます。全制覇するのは難しいですが、トマト系、クリーム系、和風、スープパスタなどそれぞれの代表的なパスタを4回に分けて注文食べてみました。まずはパスタの王道ミートソースをいただいてみましょう。このミートソースは初めて見る感じです。色がいいですね。粉チーズをかけて、この辛そうなソースも数滴かけます。いやー、これは美味しい。煮詰めて味が濃縮されたミートソースがニュー大久保のしっかりもちもちとした感触の麺にとても合います。メニューにはこれの辛いバージョンもあるようですが、それも食べてみたいですね。そしてこれもまた昭和の時代に生まれ育った者にとっては王道のナポリタン。贅沢にエビも入っています。うちわサボテンを使ったソースをかけてみましょう。久慈といえばナポリタンというくらいに、私もこれまでいくつかのお店を紹介してきましたが、ここはどんなナポリタンでしょう。昭和のナポリタンではありませんが、トマトソースでとても美味しく現代風に仕上げられたナポリタンでした。ゴルゴンゾーラ、カビチーズの独特な匂いを生かしたパスタ。パスタの店でもこれをメニューに入れてくれている店は少なく、私にとっては嬉しいですね。具材は何も入ってなくても好きなのですが、今回はキノコとベーコン入りにしました。300円プラスして大盛りに。最高でした。シンプルなペペロンチーノ。ニンニクとオリーブオイルと唐辛子、アーリオオーリオペペロンチーノですね。明太スパ。ナポリタンもそうでしたが、これも日本で生まれたパスタですね。その起源については動画で紹介していますので、概要欄のリンクからご覧ください。これまで紹介したミートソース、ナポリタン、ゴルゴンゾーラ、ペペロンチーノも昭和レシピチャンネルで私のレシピを紹介しています。カルボナーラ。これもいつか作ってみたいパスタですが、パスタといえばこれが一番という方も多いのではないでしょうか。最近私がよく見る YouTuber のバッパ翔太さんも一番好きなパスタとして確か紹介していました。いつか本場イタリアへ行って食べてみたいですね。やっぱり美味しい。最高です。梅しそ和風スパゲッティ。これも日本独特の味付けですね。我が家でミートソースがメニューの時は麺を多めに茹でて、最後余った麺に梅やしそを混ぜて食べます。さっぱりと食べられるので食べ過ぎに注意ですね。こちらは中華風、パスタを片焼きそば風に揚げて具たっぷりのあんかけが乗せられています。麺をポリポリ食べるのもよし、あんかけに浸して柔らかくして食べるのもよし、パスタの麺を揚げるとこんな風になるなんて
この店のアイデア料理ですね。ほうれん草とエビのスープスパゲッティ。なんだかラーメンみたいですね。とにかくここのパスタはどの種類も美味しく、外れがありません。これでもか、これでもかと種類が続きますが、あと最後に最高の2品を紹介しましょう。ペスカトーレ、海の幸のトマトソース味のパスタです。いやー、これは参りました。海産系パスタはあまり選ばないのですが、これは美味しい。ジェノベーゼ、最後はバジルを使った濃厚なソースで和えたパスタ。ソースの味を楽しむために具材なしのシンプルバージョンにしました。最後はフォカッチャできれいにソースを塗ってお皿をきれいに。ごちそうさま。美味しかったです。バジルの味を楽しむためにもう一品、バジルソースピザ。このうちわサボテンのソース、なかなか美味しいです。ピザ生地も手作りということで美味しかったです。食後のデザートはクッキークリームのアイスシャーベット。濃厚でねっとり感のある、先週紹介したイタリアンジェラートのような美味しさでした。パステリアパッソ、結構人気店なようで、いつ行ってもお客様で賑わっています。創業25年で、この場所へ移ってからは18年の老舗。ママちゃんの女優ののんさんや渡辺恵里さんも食べにいらしたようですね。いやー、ほんと9時は美味しいお店が多いですね。まだまだ紹介しきれていません。昭和レシピチャンネル、ぜひ登録して応援よろしくお願いいたします。高評価、コメントもいただけると嬉しいです。コラボも募集しています。またお店を紹介してもいいという方いらっしゃいましたらご紹介ください。できたら厨房の作っているところなんかも撮影させてもらえると嬉しいです。富士の整体院マッサージオリエンタルへもぜひお越しください。では、まだナスベモス。チャウチャウ。